ね、この車。旧来の BMW らしさが非常に感じられるモデル。ストレート6に対して、長年の技術的ノウハウ、これを持ってる BMW がやっぱり相当レベルが高い。運転してる人間の気持ちよさにダイレクトに訴えかけてくれる BMW 良さというかね、ギュッと集約されてる、そんな印象を得ます。際立つのは直録の良さですね。 BMW って言えばその昔から象徴的な存在がストレート6のエンジンでね、スモール6っていうライト6っていう言い方もしますけれど、プラスビッグ6、この2つを持ってるぐらいに直録に対して非常に強いこだわりを持っていた。それはなぜかというと、直録が理想的な設計特質を持ってるエンジンなんですね。スムーズさ、バランシングにおいて非常に優れてる。ただ技術的トレンドっていうのがやっぱりあって、主流が V6 にシフトしていった時代がつい最近まで続いたわけですね。 V8 と V6 をモジュラーエンジンにすることによって、コストをセーブできると、そういう理由もあって V6 が6気筒の中では主流になっていきました。今でもアルファのクアドリフォリオに積まれるエンジンは90度、つまり、V8 にとって有利な V バン区画を持ちながら、その2気筒をカットアウトして V6 にしてます。ただ例えばマセラティのようなメーカーは V6 は60度 V8 は90度ってわざわざ作り変えてるようなね、そういう理想主義的な設計をしているメーカーもあったわけです。でもそれがなぜ最近直録ストレート6が主役になり始めたか。理想主義的な設計を突き詰めてるっていうふうに思われる方もいるでしょうし、事実その側面はあるんですけれど、これも実はコストなんですね。というのは最近のエンジンは後処理でつける補給類が多いわけです。その最たるものがターボなんですね。最近は排気量少なくしてターボ化給する、これが技術トレンドになってるわけですけれど、 V 型の場合はやっぱり両バンクにつけなきゃいけないんでターボが2つ必要になります。一方この直録はターボが1つで済むわけですね。そんなこともあって直録が主流になりつつあるということです。ただその結果としてね、これだけやっぱりフィールのいいエンジン、パワーユニット、メーカーにとってもコストが抑えられるし、我々ユーザーにとっても運転していて気持ちのいいエンジンが手に入ると。言い方としてはおかしいけれどウィンウィンというかね、 V6 から直録への回帰っていうのはそういうふうに捉えていいと思います。その中にあってストレート6に対して、長年の技術的ノウハウ、これを持ってる BMW がやっぱり相当レベルが高い。これももちろんターボ化給してますけれど、スムーズでありながら非常にレスポンスとトルクがいい、そういうパワーユニットですね。今ドライブモードはデフォルトなんですね。にもかかわらずスロットルペダルを深く踏み込むと敏感にキックダウンするし、ブレーキングすると低いギアを積極的に選んでくれるんですよ。もう運転してる人間の気持ちよさにダイレクトに訴えかけてくれるコンパクトなクーペっていうのは今そうそうないんじゃない？今日は BMW M240i X ドライブクーペ、これを箱根に連れてきました。ノーズに収まるのは3リッターのターボエンジン、387馬力、そして500ニュートンメーターというかなりハイパワーなエンジンを積んでいます。サウンドもいいし、理想的なストレート6、とにかくスポーティーだし、だからといって快適性犠牲にしてるかというとそんなことはなくてですね、非常に乗りやすい車でした。じゃあね、まずはこの M240i、 この車のエクステリア、そしてインテリアをチェックしましょう。
まず見てほしいのはこのプロファイルですね。肩のところに、ホリゾンタルな線が1本入ってますけれど、それ以外に無駄なキャラクターラインがない。これがこの車を非常にかっこよく上品に見せてくる最大の要因って言っていいと思います。それでいてフロントのホイールアーチ、リアのホイールアーチ、ここが盛り上がってるわけですね。この造形によってすごく筋肉質、マスキュリンな印象を与えています。だからといってやりすぎな印象はなくて、日常の風景の中に綺麗に溶け込みながら、それでも BMW のスタイリングっていうのを主張してるし、この車の性格ってものを表してるというふうに僕は思います。そしてフロントエンドですね。最近このキドニーグリルがもう大型化していく一方で、なおかつ下にも伸びてるっていうね、ある意味押し出しの強さみたいなものを美的エッセンスよりも重要視してる BMW の中にあって、この M240i に関しては通常のキドニーグリルに収めているということで、上品さも合わせ持ってるスタイリングかなというふうに思います。これも交換ポイントの一つですね。そしてこの車でもう一つ注目すべきは、全長 4.5 メータークラスでありながらラゲッジルームが広いことなんですよ。高さも十分、奥行きはむしろ深い方じゃないかな。じゃあリアシートもちょっと見てみましょう。今これ僕170センチなんですけれど、170センチのドライバーが快適なポジションを取れる、そういった前後位置にしてます。これね、髪の毛は実は今ルーフについてます。ただ首を曲げたりする必要なく座っていられるのは事実。そして膝前、拳1個分プラスこれだけの余裕があるんですね。だからね、2+2っていうにはもったいないというか、フル4シーターとしても使えなくはない、そういった居住空間に仕上がってます。先ほど言いましたトランクルームの容量も含め、なかなかこのパッケージングは大したもんなんじゃないかなと。なおかつここつなげられますから、長いもの入れることも可能です。今ドライブモードはスポーツに変えてみましょう。ちょっとやっぱりゴツゴツしたショックっていうかなが増えます。固めな足といってもちゃんとストロークしてね、4輪を離さないロードホールディングの高さっていうのを実感できます。左のコーナーにアプローチします。モーズも素直、ここら辺のハンドリングがね BMW のやっぱり文法にのっとってますね。いい音だね。いや、いいっすねこれ。なんていうか車とすごい一体感がある。パワーをね早めにかけてもアンダーステアにならない。だからね、なんかすごく後輪駆動寄りのハンドリングだっていう風に感じるんですよ。こういうターンパイクぐらい路面がそんなに荒れてないところを走るにはスポーツプラスが一番楽しいかもしれないな。トルクがやっぱりターボエンジンならではの厚さが感じられるんで、そのどこから踏んでもパワートルクが立ち上がってくれる感じがするし、トップエンド6500まで綺麗に回ってくれるんでね、これはねもうエンジンもハンドリングもやっぱりすごくいいし、模範的な感じに仕上がってる。さすがバイエルン。旧来の BMW らしさが非常に感じられるモデル。BMW のラインナップではこれ今一番いいんじゃないかと思います。